さあ、今回はですね、今をときめくキラッキラなこの方に来ていただきました。ちょっとね、もうにやけてしまうんですけども、早速お呼びしたいと思います。お願いいたします。はい、どうもこんにちは、声優の浦和樹です。よろしくお願いします。浦さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やばいですね、もうスタジオ中にですね、本当耳吹くボイスがいや響き渡っておりますけれども、そんなキラキラしてたらいいなと思いながら今入ってきました。あとね、はい、声やつが半端ない。これすごい。もうありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと大変恐縮なんですけれども、はい、タイトルコールがありまして、はい、ちょっともしよろしければ皆さんのね、その美声で言っていただくことって可能でしょうか。とんでもないです。ぜひやらせてください。よろしいですか。では私が言いますので続いていただければとします。それでは参ります。伊藤亮の声優一刀両断。ありがとうございます。嬉しい。改めて伊藤亮と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。浦和樹です。いや嬉しいです。同世代の声優の方にこうやってインタビューできるのもなかなかないので。そうですよね、はい、さっきもちょっと少し話しただけで、あ、本当に同世代だって感じの嬉しい、ね、アニメのお話ができて嬉しいです。ちょっとここでは話せない内容はちょっとね、カメラが止まった後によろしくお願いいたします。いろいろ。はい。でまず浦さんもご出演されている、はい、多数決の話からちょっと伺ってまいりたいと思います。はい、まずこの多数決。はい、いろいろこうね、複雑なルールなどもあるアニメだと思いますけれども、どんなところを見どころだというふうに感じていますか。そうですね、やっぱりそのサスペンス感というか、その多数決の中では多数決というゲームが行われて人の命が失われたりだったりとか、すごくこう重苦しい雰囲気なんですけど、その中で生まれるこう人間関係のこのドラマというか、誰が生き残ってなんか誰かのためにこう自分の命を落として戦うだったりとかで、その極限状況の中のその感情の機微みたいなものがすごくなんか繊細で、そういったところからなんかいろんなこう日常生活にフィードバックできるようななんか感情を手に入れてくれたら嬉しいなって思えるような作品ですね。大人もね、子供もこう入り乱れて、男女問わずいろんな人たちがその自分のその欲望に忠実になっている様というのも垣間見えてゾクゾクするんですけど、そのあたりはどういうふうにご覧になっていますか。出演されている立場としては。そうですね、僕はその一ノ瀬隆太という役をやらせていただいているんですけど、なんか彼はすごくひょうひょうとしている中で、そうしっかりと周りを見ていて、意外とその空気を読んでいる人間なんですよね。だからそんな中でやっぱりいろんなキャラクターがこの自分の思惑があって動いていくわけじゃないですか。もういらないことするなよとか思いながらすごくお前がこれをしなければこれは起きなかったりとか、やっぱりそういったことがあるんですけど、でもなんかやっぱそれを起こしてしまうのがやっぱり逆にこう人間臭いところでもあるので、そういった中でこう龍太君がどういうふうに立ち振る舞っていくかっていうところでの着眼点にどうしてもなってしまいますね。ちょっと親心じゃないですけど、ちょっとストーリーを楽しみながら、キャラクターにも投影してちょっと複雑じゃないですか。そうですね、本当になんかみんな仲良くしてみたいななるほどありつつ、でもちゃんとやっぱそのいわゆるその敵というものが存在するので、ちゃんと多数決においては皇帝という、それに立ち向かっていく姿を応援していきたいっていう。そういう気持ちもあります、ね。なるほど。この先シーズン2に入りますけれども、ちょっともう今すでに私もワクワクしているんですが、どんなこう展開見どころというのは少し教えていただいてもよろしいですか。そうですね。もう結構シーズン2からは雰囲気がさらにまたガラッと変わって、こう出てくる人たちも変わりますし、そういった関係性も少しちょっと変わっていたりとかして、その中でこうなんだろうな、新しい息吹というか。今までは結構その一期の主人公実康君がずっとこう頑張ってくれていたんですけど、シーズン2からはまた新しいキャラクターが出てきて、また違う物語が始まっているかのような、同じ多数決なんですけども、こう多数決の角度を変えればこんなところがあるんだっていうようなのが見えてくるシーンがすごく多くて。で特になんか収録中もそのキャストさん自身がすごく若い人が、こうシーズン2からはとても多いんですね。さらにですか。シーズン1から結構こうね、若いヒット声優の皆さんが活躍されてるなっていうイメージなんですけど、浦さんはじめね。いやシーズン2からもうさらにまたこう新しいニューフェイスというか子たちがすごく頑張ってくれていて、そのお芝居がやっぱりその
その年代にしか出せないような、うん、その温度感であったり、そうなんかその機微のこの本当に細かいニュアンスだったりとかっていうところがすごく僕素敵だなと思ったので、そういったところを感じてもらえたら嬉しいですね。なるほど。若いね声優の皆さんが活躍っていうのは、そっか、演じるキャラクターもね、学生だからこそっていうのもあるかも分かりませんね、そういうのは。そうですね、確かにその学生だからこそその等身大の学生をなんかその演じることができるというか、ところでなんか自分自身も学ぶこと多いなと思います。なるほど。改めてお伺いしますが、浦さんの演じられる一ノ瀬隆太、先ほども余計なことするなよっていうねちょっと親心垣間見えましたが、改めてどんなキャラクターですか、隆太は。そうですね、隆太君はもう本当にその主人公である実康君の親友ポジションでずっと一緒にいろんなことをやってきた仲いい子なんですけども、そんな中で実康はすごくまっすぐな人間なんですよね。でも隆太はどっちかっていうと寄り道ができる人間というか、なんか人の弱さも多分少し知っているし、だからこそ自分の弱さを抱えきれない人に対しても寄り添うことができるしっていった中で、その実康がケアできない部分も実は隆太がケアしてるんじゃないかっていうぐらい、それこそちょっと父性母性というか、にあふれるような優しいキャラクターでもなんかバカをするときはその高校生らしくというか、本当になんか無邪気な笑顔でいろんなことをしたりとかしてくれてるので、すごく振れ幅が作中の中でも一番ぐらい大きいんじゃないかなって思いながら演じている役ですね。ただ1話でね、衝撃の、隆太としては衝撃の幕開けだったと思うんですけど、出てこないのって思っちゃったんですけど、浦さんもう終わりみたいな、ほのぼのとしたね、実康とのやり取りがあってから、いなくなっちゃってるじゃんっていう。いや本当にそうですよね。あれどうでした？あれ台本見てて。そうですね。なんか僕はもともと原作を知ってたのであれだったんですけど、台本だけ見てたらじゃあもう終了かな。もうじゃあアフレコはもうこれ以上出ないのかなみたいな。それこそ僕その放送前のイベントだったりとか、いろいろその告知のなんかその稼働をさせてもらったんですけど、だからみんなも結局その僕がやる役がまさか死ぬわけないだろうと思ってたと思うんですけど、まさかの本当に1話で亡くなってしまうということで、そこからじゃあこのキャラクターどうなるんだだったりとか、それこそ1話の最後で実康君も、死んでしまうので、この先の展開がどうなるんだっていう、そのいい意味でその裏切りがすごくある要素に加わってくれたのでよかったとは思いつつ、でも早く戻ってきてくれないかなっていうのはすごく思ってて、思ったより早く戻ってきてくれたので、戻ってきた時がね、あんないい形で戻ってくるなんて想像してなかったですけど、どうですか、隆太を演じる上で、浦さんの中で意識していることなどあったら教えてもらえますか？そうですね、やっぱりそれこその振れ幅のところなんですけども、このふざけるところは全力でふざけて、でも逆にそれこそ3話あたりで戻ってくる時のかっこつけるじゃないですけど、かっこいいシーンがあるんですよね。そういったところをやっぱりちゃんと決めるというか、彼の魅力をそこでなんか本当は彼普段はチャランポランだし、なんか適当なことばっかり言ってるけど、ちゃんとみんなのこと考えてるんだよって、ちゃんと強い人なんだよっていうのを見せれるような、そのかっこよさっていうのをメリハリつけて出せるように気をつけてますね。いやでもそれは、私もね一視聴者ですけれども、回を重ねるごとに隆太の存在感が、かっこよさとともに出てきていて、すごく感じますね。それは今納得がいくという本当ですか？言葉に。ありがとうございます。それはどうですか、そのあたりは、周りの演者の方とも話し合ったりとかするんですか？そのポジションがどんどん変わっていくじゃないですか、ルールによって。そうですね。そうですね。でその演じ方についてめちゃめちゃ細かくお話しすることはないんですけど、やっぱりそれこそ演じる上でやっぱお芝居って掛け合いなので、あなたが演じた球をじゃあ俺はどう返すかみたいなのがすごくなんだろう、熱量高く交換できる現場で、その多数決が、だったので本当にその実康を演じてくださっている上村優斗さんのお芝居にたくさん引っ張ってってもらったなって思いましたね。その言葉以外でやっぱお芝居で背中で語ってくれる先輩として、じゃあもう俺も
なんかこれだけやりたいなって思えるようなで、しかもそれにちゃんと反応してくれる人が本当にたくさんいる現場だったので、後輩もすごく頑張ってくれましたし、だからこそちょっとうかうかしてると自分もなんか置いてかれるかもしれないっていうのはありましたね。もう先輩後輩からこう刺激を受けるような、そんなアフレコ現場になってるわけですね。そうですね。どうですか、実篤を演じる上村さんとの掛け合いも多いと思いますけれども、まあね、リアルでのこう友情というか、そのあたりはどうですか？そうですね、正直そう、優斗さん僕すごく好きで、上村さんってなんかすごく不思議な、なんか柔らかい雰囲気を持っていらっしゃる方なので、話しかけやすいというか親しみがやすいというかで、なんかこの僕がこう優斗さんって行くのをもうすごく優しく受け入れてくださるので、こうでもなんかそのなんだろうな、今回その優斗さんが座長でいらっしゃるところで、なんかあえて今まで他の現場でもご一緒したことあるんですけど、今まではこう普通に後輩としてなんか優斗さんって感じだったんですけど、今回はこうなんか悪友というか役どころがだったので、じゃあちょっと龍太よろしく、ちょっとなんかうざがらみしてみようと思って、ちょっとなんか優斗さんにいらないことをちょっかいかけたりとかどんなちょっかいかけたんですか？なんかお菓子を勝手に優斗さんの席に置いたりとかかわいいなだったりとか、その着てきた服を今日は半パンなんですねみたいな、誰もいじらないところをいじってって、でそこからでもなんかやっぱりみんながこう会話に参加してくれるというか、っていうところが本当になんか多数決の世界観にマッチしていくというか、最初はみんなやっぱりこうちょっと緊張したりだったりとか、初めて会う方も多かったので、なかなかっていう感じだったんですけど、それに対して優斗さんも本当になんかこう乗っかっていろいろ話してくれるので、いつの間にかもう本当にもう多数決収録の最後ぐらいにはもう学校のクラスメートなんじゃないかっていうぐらいすごく打ち解けて、楽しく収録させてもらいましたね。いや、めちゃくちゃ、ね、聞いている限りは本当にいい雰囲気でアフレコされていたんだなと思いますけど、ちなみにそのちょっかいかけられて、上村さんどんな反応されるんですか？優斗さんは一回なんかって考えた後にやり返してくるんですよ。あ、そうなんですか？やり返す？そうなんですよ。それをなんかそのまま戻すじゃなくて、また僕がどこかに行ってた時に倍の仕返しをしてくるというか。じゃあなんかお菓子が2個置いてあったりとかって、でもなんかそんな感じですね。だったりとか、なんか僕の置いてた水が優斗さんのところに移動してたりとか。それちょっとなんか結構違うベクトルのいたずらがなんかこういい関係ですね。なんかでもそうですね。なんかぐっと距離が上村さん含めていろんな方ともそうですね。縮まってすごく楽しい時間でしたね。そうですか。いやでもこれね、ただ楽しいアフレコのね、雰囲気現場とは裏腹にいろいろ視聴者、私含めてファンの皆さんは考えさせられるようなストーリーだと思うんですけれども、まあシーズン2の見どころもお話しいただきましたが、改めてこういうことを考えながら見てほしいなっていう、そういう浦さんのその思いみたいなものはこの多数決という作品においてありますでしょうか？そうですね。やっぱりなんか今回多数決っていうところでこうなんか人間ってやっぱりいろんな選択をしてきたりだったりとかっていうのがあると思うんですよ。どうしても選ばなきゃいけない2択があったりだったりとか、っていうのをこう苦渋の決断で結局選べないっていう選ばないっていう選択肢を取ったりだったりとか、いろいろあると思うんですけども、その選択には絶対こう結果が伴うしっていうことで、なんかね、いろんな夢を抱えていたりだったりとか、こういろんな人間関係で人生っていろんなことあると思うんですけども、その一つ一つが無駄じゃないんだよとはなんかすごく思ってほしいですね。この時こうしちゃったから良くなかったんだとか、あの時ああしていればよかったとかっては結局なんかその結果論というか、後からなんか何とでも言えるじゃないですか。その瞬間を一生懸命生きた結果が今だと思うので、その選択というものに後悔せずになんか今を生きてほしいなっていうのが、その彼らの後ろ姿を見て学んでほしいなってすごく思いますね。さてここから浦さんを掘り下げてまいりますが、まず浦さん声優を目指す、もしくはこう声優になろうと思ったきっかけ、そしてそこからの経緯というのはどういったものだったんでしょうか？そうですね、とあるアニメを見たのがきっかけで、ストライクウィッチズという
アニメを見たのがきっかけで声優を目指したんですけど、もうまさに同世代だなという感じがしますけれどもそうなんですよね、それちょうど高校3年生の時だったんですけど、高校3年生になる年の春休みぐらいだったんですけど、ちょうどこう大学受験も控えていたりだったりとかして、こういろんなことが重なって人生がそれこそすごくうまくいっていない時期で、もうすごく塞ぎ込んでたんですよね。そうだったんですか。でなんかそんな中でたまたま友達にこう面白いアニメないかなってこう聞いた時に何個か挙げてもらった中の一つだったんですよ。でこうもう時間が休みであったので少しずつ見てって、これ面白かったなこれ面白かったなっていうのをすごくもうどれも面白かったんですけど、なんかどうしてもその自分の気持ちが晴れるというか、という感覚にはならなくて、た中で本当に一番最後に見た作品がそのストライクウィッチーズで、主人公の宮藤よしかちゃんっていう子がいるんですけど、その子がすごくまっすぐなんですよ。もう自分がこうって決めたことに対して誰が何と言おうと曲げないっていう、もう傍から見たらもうバカじゃないかとか、なんかもっと大人になれよってすごく思ったりするんですけど、なんかその姿がこうどうしてもなんか目を離せなくて、こうシーズン1シーズン2と見てこうすごくのめり込んでしまって、でこの続きが見たいって思った時にちょうどその劇場版がやってる時だったんですけど、そのもう劇場版も本当に最後の方で上映が、僕はその大阪出身だったんですけど、もう近くだと京都の映画館で朝一でしかもうやってませんみたいな、ギリギリだ。もう本当にギリギリだったんですけど、これは僕見なきゃ後悔すると思って、親に黙って夜中にもう電車賃とかあんまりなかったんで、もう遠いですよね。そうもうすごい京都まで結構やっぱ遠いので自転車で夜中駆け出して、嘘でしょ。いや本当にその時で、その時はそのガラケーしかなかったんで、ガラケーでその普通に地図があるじゃないですか、地図を写真で撮って、それをこうやってガラケーでこうやって見ながらこう周りと照らし合わせて、多分今この辺だなって思いながらもう必死に漕いで、なんとかその早朝着いて、そんなんか尾崎豊みたいなことやってるそんなに。そうですね、すごいですね。盗んではないけれども、盗んではないですけど自転車ですけども、すごいですね。そうですね、走り出してって見られたわけですね。それで見て、そしたらその時のそれこそ宮藤が言ってたセリフの一つで、なんか諦めないでください、絶対に諦めないでくださいってすごくもう窮地に立たされて、もうみんなダメだってもう自分の命諦めるっていう瞬間があったんですよ。でもそんな中でもその主人公の宮藤だけは、いや絶対に最後まで諦めないでください、大丈夫です、助けに来てくれますって、もう最後まで抗うっていうその姿に結構割と冒頭のシーンだったんですけど、それ見た瞬間にボロ泣きしちゃって、もう自分に足りなかったのはこれだみたいな、なんかこういう感動を与えられる人間になりたいって思ったんですよね。そこから本当にいろいろ探して、それこそアニメを作る人だったりとか、お話作る人、書く人、なんかプロデュースする人だったりとか、いろんな方面を考えたんですけど、結局じゃあ自分が一番感銘を受けたというか、何に揺さぶられたって思った時が、その宮藤義香を演じている福円美里さんのお芝居だったんですよね。なるほど。これをやりたいと思って、で僕実はそれまではゲームを作りたかったんですよ、ゲームを作る人になりたくて、プログラムの勉強をずっとしてて、で親にも、言ってて、親公認でずっとやってたんですけど、そこから急に全然違うプログラムが始まりましたね。そうなんですよ。だからその親にちょっと実は声優を目指したいですって言った瞬間に、父親からお前は頭がおかしいのかって言われて、そういう感じだったんですね。もうあまりにも急に舵を切るし、もう父親も母親もそういったものにすごく疎くて、もうそもそもなんかそのアニメとかもなんかあんまり家で流さない家庭だったので、もうどうしたらいいのかも親たちもわからないっていう状況だったんですけども、でそんな中で必死にどうしてもちょっと
学校に通いたいっていうと、じゃあ大学行きながらだったらいいよっていうことで大学と並行して養成所に通わせていただけることになってっていうのが実はスタート。いやもう福円さんの演技を見て、聞いて感じて、それも自分もっていう、でもご両親はよくその全く違う道にっていうのを、ね許してくれましたよね、今考えるとね。そうですね、本当に思いますね。なんかやっぱでも最初はやっぱずっとなんか今からでもなんか元に戻らないかだったりとか、いや結構やっぱりすごく気にしてる様子で、こうやっぱりそれこそなんか資格を取ってほしいっていうお話もすごく言われたりとかして、資格をお持ちですよね。そうです、いろいろ第3級陸上特殊無線技師だったりとか、あと CG エンジニア検定っていうそのエキスパートっていう一応なんか一番上の資格なんですけど、もうちょっとどういう資格なのかすいません無知で大変恐縮なんですそうですね、その陸上特殊無線技師の方はめちゃくちゃ簡単に言えば地上でのその電波に関する資格で、もっと上の、ちょっと違う資格にはなるんですけどを持ってたりすると、例えばラジオ局に勤められたりして、なるほどなるほど。でラジオ局の電波を出す上でその資格を持ってる人がいないとそもそもできないんですよ。そういう、それはなんかもうちょっといわゆる3級の資格だったりするんですけど、いやそういう資格も取って、ご両親を少しこう納得させるじゃないけれども、そうです、少しずつ納得させていて、その資格がこう声優として生きたなみたいな場面とかってあったんですか？そうですね、ないですね。ちょっと今後ね、今後なんか生かしたいなとは思います、そういうアニメをぜひ作っていただいて。そうですよ、もうぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。いやでも、ご両親は今のそのご活躍はどういうふうに？でもすごく喜んでくれてますね。それこそもう僕が目指し始めた頃なんてもう漫画も全然読まないし、アニメも全然見なかったのに、やっぱ僕が、息子が声優やってるってことですごくアニメを見てくれるようになって、素敵。いやもうこの間のこれ良かったよとか、それこそちょっとテレビとか出ると、いやここは返した方がいいよみたいな大阪人ならではのなるほど、そっか、ダメ出しがあったりとか。もうたくさんね、バラエティーとかにも出てらっしゃいますから、ありがたいことに、いろいろ言われるわけですね。そうですね、やっぱ関西人としての。でも最大の恩返しなんじゃないですか、そこは。浦さんどうですか？そうですね、やっぱり最初はすごくやっぱ心配かけたというか、すごくやっぱ苦労もかけたので、そういった意味ではやっぱりその父親とか母親世代でも分かりやすいその恩返しとかいうのが最近少しずつできてるなと思って、もう本当に喜ばしい限りですね。キャラクターをねこう演じること、そしてバラエティーなどに出られることもその親御さんへのこう恩返しだとは思いますが、結果という面で見ると、遅ればせながらですけど、声優アワード、ありがとうございます。おめでとうございます。主演声優賞をね、第18回受賞されました。私も拝見して本当ですか？ましたが、改めて、その声優アワードで主演声優賞を受賞されて、日が経ちましたけれども、今改めてこう時間が経ってどのように受け止めてらっしゃいますか？いや正直今でもなんか怖いなと思いながら、怖いなと思って、すごくなんかまさかそれこそその声優アワードさんってこう新人賞っていうものがあって、で助演賞だったりとか主演声優賞だったりとかってあるんですけど、大体なんかそのこう新人賞から積み重ねていってっていうイメージだったので、私自分もまずその新人の部類なんですけども、そんな中でありがたいことに主演声優賞をいただいたっていう重みっていうのは本当にすごくて、正直最初はなんかもう断りたいなってちょっと思ったりとかは正直したんですけども、あまりにもって思ったんですけども、でもなんか結局その選ばれた理由というかといったものがやっぱりその言ってしまえばこう作品にもらってると僕は思っているので、だからこう自分がすごいから認められたではなくて、こう作品を一緒に作っていった結果でその一つの形として認めてもらったんだなっていうので、なんとか自分を納得させようとしてるんですけども、も
でもやっぱりそのありがたいことにいろんなところで、主演声優賞おめでとうございますだったりとか、先輩たちにもなんかすごいねみたいな、やるじゃんみたいなすごく言ってもらえるので、そういったことにでもなんかすごくなんだろう、調子に乗らずというか、正直な話、主演声優賞を取ったからといって急にじゃあ、お芝居の力がなんか500上がったとか、なんかそういうことじゃないので、ここから少しずつ僕もまだまだなので、積み重ねていって先輩たちに肩を並べていけるような、胸張って主演声優賞を取りましたって言えるような役者になりたいなって、すごく思ってます。話を聞いていると、皆さんが本当にこうアニメ、そして声優という職業が本当に好きなんだなというのが、もう感じてくるんですけれども、どうですか、もうその親にこう頭を下げて、声優にならせてくれって言って、やっと叶えたこの夢の声優という職業は楽しいですか？これ難しいですね。難しいです。大前提として楽しいです、楽しいですけど、やっぱりなんかどんなこともなんか正直楽しいだけじゃやれないじゃないですか。やっぱりやっぱりその自分にできないことだって絶対にあるし、その壁をどう打ち破っていくかっていうところ、その壁に直面した瞬間はやっぱどうしても苦しみを感じる瞬間はありますけど、でもなんかやっぱ登ってる時は楽しいですね。どんな壁がありました？そうですね、なんか僕の場合だとそれこそなんか同世代の子はもっと早くにいろんな役を掴んでいって、いろんなところで評価されていってっていうところを見ていたので、どっちかというと僕はそのオーディションに受かって役を掴むのがこうどちらかといえばちょっと遅い方だったんですよね。その掴むまではやっぱりこう何回こうオーディションを受けても、どんだけ自分でこうじゃないかああじゃないかって一生懸命考えてお芝居しても、もう箸にも棒にも引っかからないというか、なんか誰にも見てもらえてないんじゃないかというか、なんか自分なんていらないんじゃないかっていうぐらいすごく落ち込んでる時期はあったんですけど、いやでも少しこう光が見えた時からこう少しずつ登れるようになって、だから今はすごくやっぱ楽しいですね。光が見えるきっかけみたいなものってご自身の中で何かあったんですか？その例えば経験が生きたなのか、例えばこれまでその資格もそうですけど、これまでやってきたことが経験がつながったものがある、趣味なのか、過去の自分のものが役に生きたなのか、そういうのはあったんですか？その光が見えたきっかけみたいなのは。そうですね、でもマネージャーさんの言葉ですね。マネージャーの方のどんな言葉でした？なんかちょうどそれこそ新しく入ってきたマネージャーさんがいらっしゃって、こうよその事務所ですごい長いことやられてて、こううちに来られたって方だったんですけど、その人からなんかもっと本気でやりなよというか、なんかもっと前のめりになんかやっていいんだよみたいな。なんかこう他の事務所だったらこれだけこうやって努力してる子がいたよって、浦君は今じゃあそれをやれてるかなっていう話になった時に、なんか自分なりに努力してるつもりだったんですけど、どうしてもなんかどんどんこう自己肯定感が下がってきてというか、こう何をやっても無駄だとか、なんか俺ごときがこれをやったところってそのできない理由ばっかり探してって、すごくなんかこうがんじがらみになってたんですけど、こう確かになんか今自分って多分それ客観的に見て努力ができてないんじゃないかっていうのをなんかすごくハッとさせられて、そこからなんかもう初心に帰るというか、1年目のなんかをフレッシュな気持ちというか、なんか最初ってやっぱりなんかこうすごく希望に満ち溢れてるじゃないですか、なんかこうこれをやってみたいだったりとか、自分だったらできるはずだっていうのをなんか一回思い出そうと思って、でなんかその初心に帰ってこういわゆるその声優って名刺代わりになるボイスサンプルっていうのがあるんですけど、それを自分で取ってなんかマネージャーとか事務所に送りまくって、でこう感想をいただく、で感想をいただいた上でこうじゃあもう一回撮り直して、じゃあもう一回聞いてくださいってで、そのラリーをしてるうちにこうマネージャーさんたちがこうやっぱ僕のお芝居を聞いてくれたりとかで、やっぱりそのやってるとやっぱ徐々に上手くなってくるんですよね。なんか不思議なことにやっぱりやらなきゃやっぱ上手くならないというか、その中でじゃあちょっとこの辺だったら任せられるかもなみたいな感じで、こうお仕事だったりとか、なんかオーディションもなんか今まではこういうイメージだったけどこういう役もやれるんだったらこう受けてみないかみたいな感じで広がっていったのがもう光でしたね。なるほど。
いやもう本当に具体的な本当光ですね、そのマネージャーの方の言葉は。そうですね、はい、もうそれが今の浦さんをたらしめているというか。いや本当にそうですね。そうお尻を叩いていただいたというか、未だに恩を感じてますね。いろいろね声優アワードを取るきっかけとなった作品もそうですし、いろいろな役を今演じられていますけれども、どうですか今いろんなイベントもあって声優人気っていうのを肌で感じる瞬間っていうのは多いと思いますが、皆さんこの声優人気の現状っていうのはどういうふうに考えてます？いやーなんかすごくありがたいですね、あと本当にやっぱ先輩に感謝だなとは思いますね。やっぱりこう正直な話、今自分がこうやって声優としてやらせてもらって、それこそなんかこういう風にカメラの前でいろんなお話をできるのって、こう先輩たちがいろんな苦しい時代を生き抜いてこう声優としての地盤というか地位を確立してくださったおかげなので、これはなんか絶対に後輩たちに回していかなきゃいけないことだなと思っていて、だからこそなんかもちろんなんかなんだろう、いろんなことがあると思うんですけども、自分はなんかいろんなことにチャレンジしていって、こう後輩の道筋というか、の一つになれたらいいなとなんか思ってますね。後輩の道筋というね、今すごくこう印象的な言葉出ましたが、まだ見ぬ後輩というか、まだ声優になっていない、なんなら多分今後の浦さんのキャラクターとかお声を聞いて、福円さんに憧れたように浦さんに憧れて声優目指そうっていう後輩たちが出てくると思うんですよ、今後さらに。どうでしょう、今声優という夢を追いかけている子どもたちもそうですけど、それ以外の夢を追いかけている人たちにこの夢を叶えた浦さんから何かこうアドバイスを送る、メッセージを送るとしたらどんな言葉を伝えますか？そうですね、なんか結局全部無駄じゃなかったなって僕は思っていて、それこそこう最初はゲームプログラマーを目指していただったりとか、こう声優として最初ちょっとなんか苦しい時期があったりだったりとかっていうのがあって、なんか人によってはなんかこう無駄な時間だったんじゃないかとか、なんかもっと早くやってればって思う方すごくあると思うんですけども、なんか逆にそう思えることが財産というか、そのなんか一見無駄に思えるような時間があったからこそ、こう時間を大切にもできるし、その中で多分結局なんか何も積み重ねてないなんてないんですよね。多分こう日々をだらだら生きてても絶対なんか何かしらの人生だから、やっぱりご飯を食べたりもするし、何かを見たりもするし、その中で出会ったものって実は自分が意識してないだけでこう自分の力になっているというか、僕自身すごくやっぱり声優やってる上で台本と向き合うことが多いので、その言葉だったりとかに、あ、この時出会った言葉だっていうのがすごく多くて、あの時自分にとってはなんか正直なんかすごく嫌な時間だったし、なんか声優としては意味ないんじゃないかなって思ってたけど、あ、この言葉が分かる、この人の気持ちが分かる。それこそ声優でやってるとやっぱりもちろんスターのような、ヒーローのような役もやればすごく情けない、なんかもう何もやってもダメで、もうなんか言ってしまえば悪役のような役もやるんですけども、逆にその悪役に寄り添えるだったりとかっていうその人ならではの持ち味が出てくると思うので、これって多分他の職業においてもなんか役じゃなくて人に寄り添える人になると思うんですよね。そういう意味でなんか人生においていろんな寄り道しても無駄じゃないんだよって、っていうのはすごく伝えたいです。ご趣味のね、サッカーもめちゃくちゃ生きたんじゃないですか、そういう意味で。そうですね、まさかでしたけど、でも本当にすごく生きましたね。やっぱりこうシュートを打つ瞬間だったりとか、なんかこう体をぶつかり合う瞬間だったり、あとなんかお腹にボールが当たる痛い瞬間だったりとかっていうのはやっぱ一つも欠かせないですね。エゴイスティックな部分とかはつながったんですか？でもつながりましたね。つながったんですね。つながりました。やっぱり無駄なことは一個もないわけですね。そういう意味では。ないです。一つもないです。だから胸を張ってなんか自分の人生だって自信持ってほしいですね。これ聞いてね、いろんな方々がじゃあ今やってきたことを振り返って
次の自分の夢に武器として歩んでいこう、望んでいこうという人多くなると思うので、大変背中を押された方たくさんいらっしゃると思います。すみません、お時間となってしまいました。貴重なお話たくさんありがとうございました。ありがとうございました。本当耳服な時間でした。ありがとうございました。ありがとうございました。